でも何かがいた気配。消えた方向に、道はない。GPS ログが生きていた。数少ない時間帯に記録されたデータで、確かめた。IMG。深い森の中、もやに包まれた木々の間に人影が立っている。2023年10月。日本、山梨県の青木ヶ原樹海で、実際に起きた話だ。私は今も、あの夜のことを思い出すたびに、手が震える。木と木の隙間、その奥に、人がいた。振り返った瞬間、全身の血が冷えた。そいつは動いていた。私と、同じ速度で、私の方を、見ていた。IMG。霧の中でぼんやりと光る懐中電灯の光。足が止まる。声が出ない。喉が、完全に塞がれたように動かなかった。その人影は、顔がなかった。いや、正確には違う。顔の輪郭はあった。でも、そこに何も、刻まれていなかった。目も、鼻も、口も、ただ、白い平面だけが、こちらを向いていた。IMG。青木ヶ原樹海の薄暗い入り口。注意書きの看板。私がその樹海に踏み込んだのは、10月の初旬だった。単独登山。装備は万全のつもりだった。GPS も持っていた。地図も持っていた。でも樹海は、そのすべてを無効にした。磁場が来る。方位地震が回り続ける。GPS の電波が、木の根の下に吸い込まれるように消える。3日間、私は方向を追った。少なくとも、そう思っていた。IMG。救助隊員が森の中を歩いている様子。救助されたのは、4日目の朝だった。隊員が言った言葉が、今も耳に張り付いている。4日ぶりですね。よく生きていてくれた。4日、私の体感では、3日だった。スマートフォンのタイムスタンプも、3日分しかない。なのに、なぜ、失われた24時間。その間、私の傍らを歩き続けていた。あの人影は何者だったのか。IMG。暗い森の中、2つの足跡が並んで続いている。樹海の奥には、霊が住むという言い伝えがある。迷い込んだものを、道連れにしようとする存在が、私はその話を、入山前は信じていなかった。でも今は、違う。あの夜、私の横を歩いていた。それが何を望んでいたのか、私にはわかる気がする。そして、なぜ私だけが戻ってこられたのか、まだ答えが出ていない。その場所で、一体何が起きていたのか、今から、話す。IMG。夜明け前の青木ヶ原樹海。霧の中に浮かぶ無数の木々。2023年10月。東京都藤山北ふもと。あの場所で、私は何かを失った。いや、正確には、何かに連れ去られかけた。青木ヶ原樹海。日本人なら誰もが名前を知る。あの森だ。富士山の裾野に広がる。総面積およそ30平方キロメートルの原生林。溶岩台地の上に根を張った木々が、地面を覆い尽くすように生い茂る。方位磁石は狂い。GPS は途絶える。一度踏み込めば、方向感覚など意味をなさない。IMG。樹海入り口の看板。引き返すなら今、と書かれた警告文。私がその場所を選んだのは、取材が目的だった。フリーのライターとして、心霊スポットの現地ルポを書いていた。樹海の噂は、何年も前から聞いていた。迷い込んだ者が戻れない理由。そこに住むと言われる霊の話。でも当時の私には、それは単なる都市伝説に聞こえた。地元のガイドに断られた。2人に、3人に、理由は同じだった。10月の樹海は、危ない。IMG。朽ちた木の根元に残された。古い縄と小さな人形。霧が出やすい季節だという。気温の変化で、視界が数メートルまで落ちることがある。だが私は聞かなかった。装備を整え、地図を印刷し、スマートフォンを2台持った。
午前9時。私は一人で入山した。入ってすぐ気づいたことがある。静かすぎる。鳥の声がない。風の音すら木々に吸い込まれるように消える。足元の溶岩は不規則に割れ、踏み込むたびに足首が沈む感覚がある。腐葉土の湿った匂いが鼻の奥に張り付く。IMG。樹海の内部。絡み合った木の根と薄暗い光。30分も歩かないうちに、私は気づいていた。来た道が、わからない。目印にしていた木が、どれも同じに見える。振り返っても、前を向いても、同じ景色が続く。地図は持っていた。コンパスも持っていた。それでも、どこを見ても、同じだった。そして午後になる頃、スマートフォンの GPS 信号が、静かに途絶えた。IMG。暗くなり始める樹海。遠くに揺れる白い影のようなもの。この時私は、まだ余裕があった。3日で必ず戻れると、思っていた。でも今から話すことは、その、余裕が何によって壊されたか、という話だ。最初の異変は、1日目の夜明け前に起きた。1日目の夜明け前。時刻は、午前3時を少し回っていた。テントの外で、音がした。枝を踏む音、ではない。落ち葉が擦れる音、でもない。もっと、柔らかい音だった。足音に、近い。でも、重さがない。私は寝袋の中で、息を止めた。青木ヶ原には野生動物がいる。鹿かもしれない。狐かもしれない。そう、自分に言い聞かせた。音は、止まった。30秒ほど待って、懐中電灯を手に取り、テントのファスナーをゆっくり開けた。何も、いなかった。地面には、落ち葉が静かに積もっている。風もない。虫の声もない。森が、呼吸を止めたような静寂だった。その時、気づいた。寒い。異様なほど、寒かった。9月の青木ヶ原は、夜間でも15度を下回らない。装備もある。寝袋も持ってきた。それなのに、指先の感覚が失われていた。白い息が暗闇に溶けた。温度計を取り出した。表示は8度だった。季節が2ヶ月ずれている。そんな数値だった。気象の乱れ、と思おうとした。強行の問題、と考えようとした。でも、腹の底に冷たい石が落ちてくるような感覚が消えなかった。テントに戻り、もう一度寝袋に入った。眠れなかった。夜明けまで、あと2時間。私はずっと、天井の薄い布を見つめていた。空が、白み始めた頃、また、した。あの音が、今度は、テントのすぐ横だった。距離にして、1メートルもない。私は動けなかった。懐中電灯を握りしめたまま、指が震えていた。恐怖というより、もっと原始的な何かだった。本能が警告を出していた。出るな。と、音はゆっくりと遠ざかった。テントの横から、前から、右へ、右から、やがて聞こえなくなった。その奇跡は、まるで、誰かが私の周りを一周したような、そういう動き方だった。朝になっても、私はテントを出なかった。2時間、そのまま座っていた。合理的な説明はいくつか思い浮かんだ。動物、風の気まぐれ、音の反響、青木ヶ原の地形は複雑だ。音が歪むこともあるかもしれない。でも、一つだけ説明できないことがあった。あの奇跡だ。動物は人間のテントを一周などしない。そして、その日の午前中、私は二つ目の異変に気づくことになる。それは目で、はっきりと、見た。IMG、青木ヶ原の夜明け前の霧と薄暗い樹林、懐中電灯の光だけが見える。IMG、霧の中、人影が木々の間に立っている構図。朝の青白い光。午前9時過ぎ。霧は、まだ残っていた。テントを出たのは、
腹が減ったからだ。それだけだ。恐怖で足がすくんでいたが、体の限界が先に動いた。ザックからレーションを取り出して、木の根に腰を下ろした。噛む。飲み込む。味は、わからなかった。耳だけが、ずっと動いていた。IMG、朝霧の樹海。視界は10メートルほど、静寂。その時、左斜め、15メートルほど先、木と木の隙間に、何かが、あった。最初は、幹だと思った。色が、似ていた。灰色がかった。暗い褐色。でも、幹は動かない。それは、動いていた。ゆっくりと、ひどく、ゆっくりと、一歩。また、一歩。IMG、樹海の木立の間。人の輪郭だけが見える。人だ。そう思った瞬間、全身の血が止まった気がした。声を出そうとした。出なかった。喉が張り付いていた。息を吸えない。胸が固まっている。視線だけがそこに縫い付けられた。人影はこちらを向いていなかった。横向きだ。顔の輪郭が霧の中に滲んでいる。背丈は普通の人間ほどある。着ているものがわからない。色がない。というより、色を持っていない。という感じだった。IMG、クローズアップ。視点が固定されている。人影は霧の奥へ。私は、息を殺したまま、30秒ほど、見続けた。その間、人影は止まらなかった。一定のリズムで、一定の速さで、木々の間を、横切っていく。引力みたいなものが、あった。声を出してはいけない。という確信。近づいてはいけない。という確信。論理ではなく、体が知っていた。人影は霧の中に消えた。IMG、空白のような樹海。何もない。でも何かがいた気配。消えた方向に道はない。私は後で確認した。GPS ログが生きていた。数少ない時間帯に記録されたデータで確かめた。あの方角は断崖だ。人が歩ける場所ではない。レーションを持ったまま私は立ち上がれなかった。どれくらい経ったか気がついた時、霧は晴れかけていた。でももう一つ気になることがあった。人影が消えた場所の少し手前、地面に足跡があった。一人分の足跡。でもそれは私のテントの前から始まっていた。足跡は消えていた。いや、正確には違う。霧が薄れた時、私はもう一度地面を見た。テントの前から始まっていた。あの一人分の足跡。それが私の方へ続いていた。そして止まっていた。私が今立っている場所で息が詰まった。足跡の向きを確かめた。つま先の向き、かかとの深さ、間違いない。誰かが私の方へ歩いてきていた。私の背後からではない。私の正面からずっとこちらに向かって。その誰かはどこへ消えた？視線を上げた瞬間だった。木と木の隙間、霧がまだ薄く残るその奥、人が立っていた。動かない。ただこちらを見ている。性別も年齢もわからない。輪郭だけがそこにある。叫ぼうとした声が出なかった。喉が石になったように動かない。呼吸だけが浅く速く続いている。私は視線をそらせなかった。そらしたら何かが起きる。根拠のない確信が全身を貫いた。どれくらい経ったか、10秒か、1分か、わからない。その人影がゆっくり口を開いた。音は聞こえなかった。でも唇の動きを私は読んだ。日本語ではなかったかもしれない。それでも私にはわかった。名前だった。私の名前だった。森の中で
私しか知らないはずの名前を、その影は、呼んでいた。足が動いた。自分の意志ではなかった。一歩、後退した。枯れ枝を踏んだ。乾いた音が、静寂を割った。影が、消えた。霧の中に、溶けるように、痕跡も、残さず。私は地面に膝をついた。手が震えていた。膝も、震えていた。歯が、鳴っていた。気温の問題では、なかった。あれは、人間ではない。はっきりと、そう思った。気配や雰囲気の話では、もうない。目が、あった。名前を、呼ばれた。それは確かに、この世のものでは、なかった。テントに戻った。ファスナーを閉めた。シュラフに潜り込んだ。それでも眠れなかった。なぜなら、テントの外から、また、音がしていたから、足音が、IMG、帰宅した主人公が玄関で靴を脱ごうとして、ふと廊下の奥に目を向ける瞬間、薄暗い室内、遠くに見える鏡、家に、帰ってきた。それでも、終わっていなかった。救助されたのは、2023年10月、木曜日の朝だった。病院で一泊して、翌日には自分の部屋に戻った。シャワーを浴びて、温かいものを食べて、ようやく人間に戻れた気がした。そう思っていた。最初の異変は、帰宅3日目の夜だった。台所で湯を沸かしていた。夜間を見つめていた。ふと、気配がした。振り向いた。誰もいない。当然だ。ワンルームの部屋に、自分しかいないはずだ。でも、ドアの方から、足音が、した。廊下を歩く。重い足音、青木ヶ原で聞いた。あれと、同じ。動けなかった。声も出なかった。夜間が鳴り始めて、ようやくがに帰った。夢だ、と思おうとした。疲れているんだ。と、そう言い聞かせた。5日後、職場に戻った。デスクに座って、資料を開いていた昼下がり。隣の席の同僚が、突然こう言った。さっき、後ろに立ってた人。誰？背中が、凍った。あなたの後ろ、ずっと立ってたよ。知り合い？振り返った。誰もいなかった。同僚は首をかしげて、トイレ行ったのかなと笑った。笑えなかった。トイレに続く廊下には、誰も入っていかなかった。私はそれを、見ていた。最後の一件は、もっとはっきりしていた。帰宅後、スマートフォンのカメラロールを、整理していた夜のことだ。青木ヶ原で撮った写真を、確認しようとした。ほとんど霧か、木の幹しか写っていない。そう思いながら、スクロールした。止まった。一枚だけ、見覚えのない写真があった。暗い林の中、私のテントが小さく写っている。遠くから、誰かが撮ったような構図。そして、テントのそばに、立っている人影が、一つ。私では、ない。撮影時刻は、午前3時17分。あの夜、失った24時間の中の、1コマ。撮ったのは、誰だ？私のスマートフォンで、私のテントを、外から、撮っている。震える指で、その写真を拡大した。人影の顔のあたりが、こちらを、向いていた。目が、あった気がした。次の瞬間、アプリが落ちた。再起動した。その一枚だけが、消えていた。でも私は見た。確かに、見た。あれは、森の中だけの話では、なかった。ついてきている。IMG、スマートフォンの画面に一瞬映り込んだ人影の拡大写真。次の瞬間、画面が真っ暗になる。帰還から3日後、私は、あの森について、調べ始めた。青木ヶ原樹海、富士山の北西に広がる、原生の森、その歴史を、一枚一枚、めくっていった。IMG、古い書類や地図を広げる手のクローズアップ。ゲージが止まった。昭和35年、一人の男が、
樹海の中で発見された。生きていた。だが、本人の証言した滞在日数と捜索隊の記録が1日ずれていた。全く同じだった。震えが止まらなかった。IMG。古い新聞記事のモノクロ写真。その記録を書いた研究者の名前を辿ってみた。地元の郷土史家、桜井という老人に行き着いた。電話をかけた。老人は最初沈黙した。それから低い声で言った。あの森には道連れにする者がいる。道連れ、迷い込んだ人間の隣を歩く。出口まで案内するふりをして、でも本当は連れて行こうとしている。どこへと聞いた。老人は答えなかった。IMG。受話器を持つ手。窓の外は曇り空。その夜、私はあの森で撮った写真をもう一度見た。消えた一枚ではない。残った写真の隅の方を拡大したのだ。木と木の隙間、影の重なり、その中に輪郭があった。人の形をしていた。IMG。森の写真を拡大するスマートフォン画面。私はその輪郭を誰かに見せた。幼い頃から私を知る母に。母は写真を見た瞬間、顔色が変わった。声が出なかった。しばらくして母は言った。この人、おじさんに似てる。おじさん、父方のおじ。私が生まれる前に行方不明になった人間だ。場所は富士山のふもと。年は昭和59年。IMG。古いアルバムの写真。セピア色の男性の顔。体が固まった。私を案内していたのは、あの夜、隣を歩いていたのは血のつながったものだったのか、それともその姿を借りた何かだったのか。答えはまだわからない。わからないまま次の夜が来た。IMG。部屋の窓、外の闇、カーテンが揺れる。扉の向こうで音がした。IMG。深夜の青木ヶ原。木々の隙間から差し込む月光。霧が地面を這う。扉の向こうで音がした。コツコツと足音だ。人の足音だ。私は息を止めた。体が動かない。喉が干上がる。声を出そうとした。出なかった。IMG。ドアノブがゆっくりと回る。震える手。ノブが回った。ゆっくりと確かめるように扉が開いた。そこにいた。あの男が昭和59年に消えたはずの男が青木ヶ原の奥で私の隣を歩いていたあの人が。IMG。逆光の中に立つ人影。顔は見えない。顔が見えない。光が後ろから差している。輪郭だけが浮かんでいる。それでもわかった。性格好が一致する。父が昔話していた通りの肩幅、首の角度、立ち方さえも私は一歩後ずさった。床がきしんだ。男が動いた。こちらへ一歩、また一歩。IMG。近づいてくる人影。表情がない。止まらない。近い。近すぎる。息がかかる距離まで来た。その時、初めて顔が見えた。目がなかった。目のあるべき場所に何もなかった。ただ、白く塗りつぶされたように白い。IMG。白目だけの顔のクローズアップ。悲鳴を上げようとした。肺が縮んだ。声が出ない。男が口を開いた。何かを言おうとした。音が出なかった。唇だけが動いた。繰り返し、繰り返し、繰り返し。私はその唇を読もうとした。読めた。IMG。口が動く。無音。帰るな。三文字。それだけだった。帰るな。帰るな。
と、血を分けた者の顔を借りた何かが私にそう言った。帰るな。IMG。窓の外、夜明けの光がほんの少しだけ滲む。次の瞬間、男は消えた。扉も開いたままだった。廊下は空っぽだった。時刻を確認した。午前4時57分。5日目の夜明け前、私はまだ帰れていない。そして今もあの唇の動きが頭から消えない。帰るなと、帰るなと、あれがおじの魂だったのか、それともおじを餌にした森の何かだったのか、私にはまだわからないまま朝が来た。その後のことは次の話で、あの森から帰ってきてもう2年が経つ。2年、長いようで短い。あの4日間がまるで昨日のように体の中にある。IMG。薄暗い部屋、カーテンが閉まったまま時計が止まっている。まず眠れなくなった。完全に眠れないわけではない。横になる。目を閉じる。そうするとあの木々が見える。緑の天井、根が浮き出た地面、そして背中、おじの背中。夢の中で私はまだ追いかけている。待ってくれと叫んでいる。声は出ない。足は動かない。ただ背中だけが遠ざかっていく。目が覚める。午前3時。決まって午前3時だ。IMG。割れた鏡の前に立つシルエット。次に鏡が見られなくなった。これが一番説明しにくい。洗面所に立つ。自分の顔を見ようとする。その瞬間、視界の端に何かが映る気がする。後ろに誰かが立っている気がする。振り返る。誰もいない。でもまた鏡を見るとまたいる気がする。今は鏡に布をかけている。妻には光が眩しいと伝えた。本当のことは言えなかった。IMG。富士山麓の地図。青木ヶ原周辺に赤い×印。青木ヶ原の近くには近づかない。これは意識的な決断だ。仕事で富士山周辺に行く機会が年に一度ある。去年断った。上司に理由を聞かれた。体調がと言った。嘘ではない。あの方角に向かうと本当に体が重くなる。足が拒否する。皮膚が冷たくなる。本能が覚えているのかもしれない。あの空気を、あの静寂を。IMG。夜明けの窓。一人の男が外を見ている。もう一つ変わったことがある。人の後ろ姿を静止できなくなった。街を歩いていて遠くに誰かが歩いていると胸が締め付けられる。あの背中と重なる。あれはおじだったのか、それともおじの形をした森の何かだったのか。その問いにまだ答えが出ないまま日々は続く。救助された日の朝、担当の隊員が言った言葉を今でも思い出す。よく戻ってこられましたねと。戻ってこられた。本当に戻ってこられたのだろうか。体は帰ってきた。でもあの失われた24時間の中に何かを置いてきた気がする。何かを、あるいは何かを連れてきた気がする。完全には終わっていない。そのことだけは確かだ。この話にはもう一つだけ語らなければならないことがある。IMG。夜明けの青木ヶ原。霧の中に一人立つ人影。あの担当隊員の言葉を今でも思い出す。よく戻ってこられましたねと。戻ってこられた。本当にそうなのだろうか。体は確かにここにある。この部屋で息をして飯を食って眠っている。でも何かが違う。IMG。窓の外を眺める人物の後ろ姿。夜、あの失われた24時間。誰も説明できなかった GPS の記録も
携帯のタイムスタンプも、捜索隊の記録も、全部が4日目の朝を指していた。私の記憶は3日分しかない。その1日をどこに置いてきたのか、あるいは一緒に歩いていたあの人影のことを考える。振り返っても誰もいない。足音だけが確かについてきていた。あれは何だったのか、今もわからない。IMG 青木ヶ原の樹海、枯れた木々の間に差し込む薄い光。一つだけ言える。あの森はただの森じゃない。長い年月をかけてあの場所に積み重なったものがある。声にならなかった声が、帰れなかった人たちの何かが、私はそれに触れてしまったのかもしれない。IMG 机の上に置かれた古びたコンパス。針がぶれている。帰宅してから3週間が経った頃、夜中に目が覚めた。理由はない。ただ、目が開いた。そして気づいた。部屋の隅に何かが立っている。という感覚。見ても何もない。でも、その感覚は消えなかった。今も時々戻ってくる。あの足音とともに。IMG 暗い森の奥。遠くに小さな光。あなたならどうする？もし明日青木ヶ原に足を踏み入れることになったとしたら、もし振り返った時誰かがそこにいたとしたら、もし気がついたら一日が消えていたとしたら、笑い飛ばせるだろうか。私にはもうできない。完全には終わっていない。あの森にまだ何かが残っている気がする。そして時々ふと思う。もしかして向こうにも私の何かが残っているのではないか。